これでわかるカスパー・フリードリヒ、ドイツのロマン派の画家。廃墟や墓地、また静寂を感じさせる風景の作品で知られています。どこか死を連想させる作品たち。それもそのはず、彼は死というものを近くに感じざるを得ない環境にいました。フリードリヒが6歳の時、妹が亡くなり、7歳の時、母が亡くなります。そして13歳の時に1歳年下の弟まで。しかもそれはフリードリヒを助けようとしたために亡くなってしまったのでした。川に張った氷の上でスケートをしている時、氷が割れ、溺れかけたフリードリヒを助けようとして弟は溺死してしまいました。フリードリヒはこのことで長年自分を責め続け、うつ病を患い、自殺未遂を起こしたこともあったそうです。また、17歳の時には姉が自殺しています。この経験が作品に影響しないわけはないですよね。さて、フリードリヒの生涯を覗いてみましょう。1774年、ドイツのバルト海沿岸のグライフスバルトに生まれる。石鹸やろうそくを製造する家庭でした。そして先ほどお話しした家族の死を経験した後、20歳の時、教師ヨハン・ゴットフリート・クビストルプに師事する。その後、コペンハーゲンアカデミーに入学。24歳の時に芸術の街ドレスデンへ行き、観光ガイドをしながらスケッチを描き、貧困生活を送ります。31歳の時、ゲーテ主催のワイマールの絵画コンクールにセピア画2点を出品。セピアインクによるペン画です。通常は規定の課題を扱っていない作品は受賞対象外でしたが、フリードリヒは古代の伝説を描くという課題と無関係の絵で、しかもセピア画で、なんと特賞の半分を受賞しました。34歳の時、山中の十字架、別名テッツェンの祭壇画という宗教画を描きます。もともとセピア画でこのような作品があり、それを気に入った夫婦がテッツェン城に新設される付属礼拝堂のために油絵で描いてほしいと依頼して出来上がったもの。フリードリヒ本人による絵の記述です。山の頂に常緑のもみの木に囲まれて高くまっすぐに十字架が立っている。その柱には常緑の木槌が絡みついている。光を放ちながら太陽が沈んでいき、十字架の上の救世主は夕焼けの紫光色に輝いている。この絵に対して素晴らしいという人もいれば、風景画が祭壇に上がるなどけしからんという人もいました。ただフリードリヒにとって自然と宗教は切って離せないものでした。旅行中の妻に宛てた手紙にこのように書いています。夕方には私は外に出かける。野原や畑を越えていくと、私の頭上には青い空。私の周囲には青々とした作物や緑なす木々がある。だから私は一人ではない。天と地を作られた方が私のそばにおられ、その愛が私を支えてくださる。彼にとって自然体験は宗教体験でもあったようです。36歳の時、ベルリンアカデミー展に出品した海辺の修道士と柏の森の修道院2点がプロイセン皇太子に買い上げとなり、一気に有名になります。40歳の時、フランスからの解放を祝う記念の美術展に参加。42歳、ドレスデン王立アカデミー会員になる。フリードリヒの作品は政治的なメッセージが感じられるものもありました。こちらの絵をご覧ください。雲海の上の旅人。こちらの古いドイツ風の衣装はこの頃禁止されていました。この時はナポレオンの100日天下が終わり、ロシア、プロイセン、オーストリアの君主たちが新生同盟を結成。もともと反フランスを掲げ、愛国心の強かったフリードリヒですが、フランスが敗北しても彼にとって明るい時代にはなりませんでした。民族主義などは弾圧され、新聞や雑誌、大学は監視下に置かれました。そしてこのドイツの古い衣装はデマゴークの衣装であると差し止められました。デマゴークとは先導者のことです。わざわざこの衣装を描いたのは伝えたいメッセージがあったからなのではないかと思われます。
44歳の時、19歳下のカロリーネ・ポマーと結婚。3人の子供が生まれる。この結婚は彼に温かい日常を与えてくれたようです。こんなことを言っています。たった一本釘を壁に打つにも、私に届く高さではダメで、妻も楽にそこに手が届かなくてはいけない。要するに、私が私たちに変わってから実に様々なことが違ってきた。前よりももっとたくさん食べ、飲み、眠り、笑い、戯れ、ふざけている。本当にたくさんのことが変わった。古ぼけて質素だった以前のこの家の中がどうなっていたのか、ほとんどわからないほどだ。51歳の時、脳卒中で倒れます。また、この時ロマン派の人気自体も落ちてきたことから、フリードリヒの作品の人気もなくなっていき、貧しくなっていきます。61歳、脳卒中で右手が麻痺、油彩画が描けなくなり、セピア画に戻ります。1840年、65歳でこの世を去る。ドイツロマン主義の画家の代表と言われるフリードリヒ。ロマン主義とは、それまでの伝統や古典主義に対して自由な感性による表現を尊重する動きです。彼はヨーロッパの政治の激動の変化から感じるものや宗教観、また個人的な死に対する感覚など、いろいろなものを作品に込めたのではないかと思います。特に自然に対する彼の感覚は特別なものに思えます。例えばこちら、木がねじれていて不気味さを表しています。ざわざわと何かを囁いていたり、うなっていたりしそうですね。自然が何か大きくて不思議な力を持っているよう、人間など飲み込まれてしまうのではないかと思うような怖さを感じます。それは自然をよく観察して、そこから精神的な何かを感じ取ってきたフリードリヒならではの世界観なのではないかと想像します。では最後に他のフリードリヒの作品を見ながらお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。